はい、見えてます。はい。まあ一番多いのが、膝の位置が、あの、うん。ちゃんとしなくて、まあ大変なはい。ことが多いですね。このレッグストラップっていうのが、はい。大体肩巻きの、ほら、脳卒中の後の方って大概ね、膝が外に落ちるんですよ。で、うん、そうそういう、だよね。うん。うんうん、で、そういう人用に作ってあるので、これ2つ、右と左うん。を、まあまあ、こういうふうに、本当は右足と左足をこういうふうにするように作ってたんだけど、まあはい。私も、クライアントさんはよくね、コーギーのフレームと、足をこういうふうにやって使ったりとうかして。ん。で、だけど、その子供さんのね、脳性麻痺の子供さんの場合は、大はい。概みんな内側に落ちるんですよ。なんうで、ん。まあ、一人のお母さんがね、工夫しまして、ここはい。切っちゃうっていうか、一つはマジックテープで取れるし、で、うもう一ん。つはもう、まあ、切るなり、糸ほどくなりして、バラバラにして、で、右は右と、左は左とって、こういうふうにするといいですよ。う真んん。中に落ちなくていい。なるほどね。はい。まあ、で、そうしてるうちに、大概まあ2、3週間したら、力がついてきて、まっすぐになるんですよ。で、いらないようになうっていくのがん。一番いいんだけれども、うん。こういうようなね、のも多分、まあ、ニュージー、オーストラリアにはありますし、まあ、日本にもあるんじゃないかなと思うんですけど、う股のん。間にパチャッと挟んで、そうすると絶対足が痛い。あ、なるほど。みたいな、これあるといいね。うん。ペダルをやるときに、どん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 違う角度で踏んでいると、股関節が外れたりとかするらしいんですよね。なうんで、ん。まあ、そういう意味でちょっと気をつけた方がいい。はい。これ座面の下にさ、ボードみたいのがあるじゃないですか。うん、はいはい、それ。これは、なんかマジックテープみたいなのでこうやってつけるの。ただ差し込んであるだけ。多分ただ差し込んであるだけじゃないかな。私、まだ実はね、実物見たことないんですけあ、ど、本当。まあ、そのね、ローカルの車椅子用具屋さんでね、うん。見てもらっていいと思います。なるほど。で、この人の場合は、こいつがこのじーっとここにあるんじゃなくて、パタッはい。と起こせるように、なんか90度クッていくように、なんかう加工したみん。たいで、それすごいいいみたいですよ。このレッグうん。ストラップだとなくなるっていうのがあるんですけど、これなくならない。まあ、ただお値段もね、レッグストラップはいくつぐらいだっけ？あん1万円以下ですけど、うん。で、これは、まあ、10万円ですよ。え、そんなにすんだ。1000ドルぐらい。1000ドル。で、そうれ、日ん。本円にするといくつぐらいかな。まあ、10万とか6万、7万、8万、うん。そんなもんですよね。うん。で、まあ、それが、膝関係。で、膝をまっすぐにすることで、それだけでピタル動いたりするんですよ。うん。本当に、本当に。これ、あれ、膝まんまなんのかなっていうのをちょっと、こう離してってやったら、もうそれでヒうん。ューってこう行ったりするんで、結構大事でうすよ。ん。姿勢が大事だね。うん、で、次、やっぱりまた多いのが、ハンドル、ステアリング、舵を切るハンドルを握りにくいという話。うん。うん。大体ね、この、ブレーキワイヤーとブレーキレバーがね、うん。邪魔うん。なんですよ、あそこにあって。だって、あ、確かに。あってうん。いうか。なんで、私はもうこれ、取り外したりとか、うん。で、取り外したり、あとこれ下側につけたりとかね、これ一回取り外して、なんかう逆にいん。ろいろ頑張って、こっち側につけたら、あんまり邪魔にならないんですよ。で、うそこかん。らもうピッてね、このてっぺんのとこに指ピッて刺して、こうやったりとかするとね、結構やりやすいんですよね。うで、あと、ん。このくるくる回るのも、まあ、その方が押す、引くだけでできていいっていう設計なんですけど、うん。それじゃない方がいい人もいるんです。その場合うは、ん。まあ、工夫すれば止まります。詳しいこうん。とはお尋ねください。はい。で、あと、ほら、握れないんですよ、やっぱり脳性麻痺のことがね。で、ああ、そうだよね。うん。だから手袋にちょっと加工して、うもん。うくっつけちゃうとか、あ、これ自分でやるのね。自分で工夫はい、するのね。そうそう、はい。DIY でお願いします、DIY で。もう、手袋に、ここと、ここに2つ切れ目を入れたらそれでいけますから、多分。うん。
で、まあ、ああいう子たちはね、指とかも一本一本入れるの大変なんで、まあ、こんなね、右足でいいと思うし、ああ、なるほど。してきたらいけます。はい。あと、これがね、結構、まあまあ、割とね、需要があるんですよ。っていうのが、子供さんでやっぱり姿勢がぐらぐらしちゃって、もそうならない、ちゃんと保持できない。だけれども、できるだけ私はあんまり縛りつけることをしたくない。なぜならば、まあ、縛りつけることで力が育たなくなるからっていうのもあるんですけど、で、これね、まあ、こっちが普通の、ハンドルやつや。で、こっちにもう一個よく似たものを作ったんですよ。これなんですけどね。で、渡すんですよ、この人をね。で、そうすると、この座ってる人はここに手をこう置いておけば、それによって自分の姿勢を正すことができる。とともに、後ろの人がまあ、ね、T 字型のハンドルで、まあ、舵を切ったとして、そうするとこれがね、一緒に、回るんですよ。右に舵切って人が右にキュッていくんですよね。ここをこうするかのように。なので、こっち行くよっていうのが、まあ、体で分かってくれるし、まあ、これの、アイディアを出したこの子のお母さんは、そうやってるうちに、この子、まあ、ペダルだって覚えたしね、ペダル。で、これで、なんていうの、舵を切るっていうこととの関わりも、覚えてくれたらいいなっていうのがすごくあるけれど、まあまあ、それちょっと遠い話としてでも、姿勢のサポートにはがぜんいいですね。あと、これ超おすすめなのは、デモ機と、あと病院とかそういういろんな人でシェアする場合に超おすすめなんですけど、ここのとこね、もういちいちほら六角レンチでガチガチしてるで、六角レンチもちゃんといいやつ使わないとね、全然ダメなんですよ。で、これだいぶサイズをいろいろ探さなきゃいけないんですけども、まあ、これ私中国からオンラインで買ったんですけど、今度使っとけばもう一発でパンツって言って、でアングル、角度とか高さとかね、調整できる。それから、この、まあ、ステアリング自体、普通こういうまっすぐになるようにつけると思うんですけど、私もそうじゃなきゃいけないと思い込んでたんだけど、こっちの方が使いやすいって人もいるんですよ、たまに。性の関係で。で、やっぱり皆さん、座席に座った時に、細い人は体が薄いけど、太った人は体が分厚いので、そしたらね、結構お尻の位置って同じようで同じじゃないんですよ。その時に、やっぱりなんかいろいろ好みあるみたいで。はい。まあ、これが好きな人もいるかもしれないってことを頭に入れておくと、結構幅が広がると思います。あとは、まあまあ、これを使うこととも重なってくるんですけど、大体ハンドルが外側に向いてると、みんなちょっと体の外になって力が入りにくいんですよ。で、だけど真ん中にあったら座るとき邪魔になる。まあ、めんどくさいんですけどね。なんで、だからこそこの人がね、大事になってくるんですけど、でカチッとすることによってクッと真ん中に持ってきて、でそうするとちょっとやりやすいとか、あと、まあ、私のお客さんで一人もう特注で作りました。これ長いのをちょっとだけ長くして、あんま長くしてもまたちょっと今こうなっちゃうんですけどねっていうのもあります。あとはやっぱり体幹の維持が難しい人多い。まあまあ、これも一つの解決方法ですけど、であんまり縛っちゃいたくないんですが、まあ、縛るとすればこういうふうにスリットを入れた方がいいですよっていうことですね。これ既存のシートにスリット入れるの？私はもうハサミでバシッといきました。そんなにケバケバしてこないです。で、一応まあミシンとかでちょっと縫うとまあいいですけど、あんまり問題ないですね。でまあ、こうすることによってちっちゃい人がちゃんとここにいてくれる。もし椅子の外側からベルト回すと、ここのとこでやっぱり空気そうだね、間いちゃうね。で、それと同時に、こういう
私いつも5センチ幅の、スポンジを使ってるんですけど、はい。それがね、便利なんですよ。便利なのうと、ん。やっぱり、例えば背中にクッションを置く場合でも、クッションってなんか丸いじゃないですか。丸いし、うん。あの、なんで、なんかね、しっくりこないっていうか、うん。でこの四角いやつをキュッて入れると、本当にもう5センチ分、なんか背もたれが前に来たようにできるから便利なんです。うん。で、こういういわきなんかに挟んでも、割と、あの横にね、ぐらぐらするのを防げたりするんですね。うん。で、ギザギザになってる、まあ、パン切り用の包丁とか、まあ、日本あんまりないかもしれないですけど、そういうので切ると切れますし、もううん。いろいろ使えるんで、ぜひね、幼稚園とかそういうところではぜひおすすめ。あはい。とは、テスさんからもこっち、これなんかありますけど、舵切ってない方の手をね、うん。体をね、整体させる。うんうん。で、これ私も今考えてるのが、あの、これを使えばなんかできひんかなと思ってキュッと。うん。まあ、そんなことも考えてますが、そのこっち側に持ってることでもう体ぐらつかないみたいなこともあるので、もう本当にぜひガシッと止める前に自分でなんとかする、自分の力を使うん。う方法を考えたいですね。あなるほとは、これがね、大人気なんですよ、クロッチベルト。ど。うスーパーん。マンベルトって私は呼んでるんですけど、ええ。黒い、なんていうの黒いパンツ、何履いてても黒いパンツを一番上に履いたみたいになるから。うん。で、なんていうのかな。この、コーギーに、まあ、くっつけてて、その上に一回乗ってもらって、で、そうん。れで、こういうふうに後ろでカチャってやって、そうすると、お尻が前にずりずりしない。まあ、するんですよ、ちょっとはね。でも、前について落ちちゃうってことがないので、もうすごく安心だし、うん。まあ、かなり人気、これ。うみんなん。欲しい。で、素晴らしい。うん、あとこういうのも日本にあるといいんですけどね、これ、またリンク送ります。はい。GoTo っていう名前がついてるんですけど、このうシート。ん。普通の車用の、ベビー、なんていうの、子供シートと違うのは、うん。車用のシートって、まず座面が分厚い。はい。そして座面がガシッとなってる、なんかプラスチックとかで。動かない。なんていうか、フうん。レキシビリティがないんですよね。でも、うん。この商品は、まず薄い。全然薄いから、そのコーギーの上に乗っけても、座面が上の方になってしまって、ペダルが遠いってことがない。ああ、なるほど。はい。で、これ、だからまあ、頭も脇もついてるんで、結構しっかりしてるんですよ。んで、うん。あと何だったかな。そう、ここのね、座席が U 字型してるんですよ。便座みたく。うん。うん。なんで、右足と左足で、まあ、講義って大事じゃないですか。右足が下に上がったとき、左足が上に上がるとかね。うん。そういう動きを妨げないんです。うん。なので、本当ね、講義のこういうポスチャーサポートは、姿勢サポートは、とにかくもうフレキシビリティと強さの兼ね合いが難しいですね。面白いっていうか。あとは、頭とかね、脇とかも、まあ、できるだけ自分で保持してほしいんですよ。で、うん。に乗ることでその保持もできるようになるし、自分の行くとこ見てたら頭もシャンとするんですけど、うあの、ん。昔はね、だからこういうのとか、まあ、こういうのとかって、絶対背もたれとセットじゃないと買えなかったんですよ。うん。ですけど。で、それがね、もう1年ぐらい前からこういうバラバラでちゃんとハンドルのとこにつけれるようなタイプがう出てん。きたので、まあそういうのも見てください。でもっていうか、まあまあもちろんこういうの、私ね、ヘッドレスがあんま好きじゃない。なぜならば、これ、もうすごく講義大きくしちゃって、なんかその、手軽感とかフットワークの軽さがなくなっちゃうので、あんま好きじゃないんですよ。で私は、だいたいこのスポンジをね、長く、その人の後ろ頭のちょっとしたぐらいまでなるように作っうん。て、
で、ここに立てて、で、あと、ほら、ネックピローあるじゃないですか。飛行機とか新幹線乗るときに、昼寝するのに使うやつ。うん。あれ結構いいですし、それからこれはね、子供用の、それこそヘッドレストで、車の中で使うやつで、だいたいまあ1000円以下ぐらいで買えると思うんですけど、うん。そういうのがあるんで、そういうやつを組み合わせたりとかっていうのが、まあ、どこで言ったっけな。どこでも言ってないけど、その講義って後ろにベルクロでついてるでしょ、背もたれっはい。て。だからそこに、まあ、簡単にアレンジできるんですよね。うん。穴を開けないといけないかもしれないけど。なんで、まあ、こういうのでちょっとフレキシブルに支えてもらったらなと思います。